lie awake in the morning with a light upon おはようございます。4月初めのとある朝、4月10日から公開20周年を記念して2週間限定のリバイバル上映が始まるらしい映画かもめ食堂を見ながらの朝ごはん。フィンランドで夏、秋、冬、そして今の春を暮らしてみてから見るかもめ食堂は、今まで見たどの瞬間よりも深く自然と心に落ちてきて、一人大感動の朝でした。何度見ても新しい発見のある映画ってすごいです。私の中でのかもめ食堂ブームがやってきたので、久しぶりに聖地巡礼でも行こうかな。でも今回はここで生活している私なりの感覚で、今のヘルシンキを楽しみながらのんびりとたどりたい。そういえば以前優しい方が譲ってくださったムーミンの本がまだちゃんと読めていなかったので読みたいな。今日はこの本、漫画かな？こちらをカバンに忍ばせていこうと思います。映画の世界は気持ちのいい夏の季節。最近日は伸びてきたけれど、まだ曇りの日が多いので、夏の季節に思いを馳せながら街へ繰り出しました。雅子さんが新しい服を買うまでのシーン、よかったな。ムーミンの本を読むならやっぱりここで。物語の冒頭、幸恵さんとみどりさんが出会った場所、アカデミア書店へやってきました。アルバ・アールトが1969年に設計したこちらの書店。回廊式で3層吹き抜けになっていて、天井のこのクリスタルのような形をした窓から差し込む自然の光が優しく店内を照らしています。そしてその2階にあるこちらのカフェアールト。劇中、幸恵さんとみどりさんでガッチャマンの歌を響かせたこちらのカフェも、名前の通りアルバ・アールトが設計し、テーブルやそしてアイコニックなゴールデンベルなども同じく彼がデザインしたものたち。いつ来ても日本人の方を見かけるこちらのカフェでは、英語と一緒に日本語のメニューも用意されていました。最近丸の内にもオープンしたみたいですね。初めてムーミンのお話をちゃんと読みましたが、思った以上にシュールで面白い。不意打ちに放たれる可愛らしい登場人物たちからの辛辣だったり一風変わったセリフに何度か吹き出しそうになりながら読みました。建築やデザインの本などもあって、眺めるだけでも楽しい。日本のコーナーもあって、なんだか嬉しくなりました。洋書もあるので語学の勉強にもいいかもと一瞬迷って手に取りましたが、そういえばこの勉強方法は続いた試しがなかったことを思い出して諦めました。かわいいブックトートを発見。お値段も割とお手頃。1階奥にある文具コーナーが好きなので覗いて帰ります。
妹へ送る手紙に入れよ。家に帰って夜ご飯の準備をしていきます。今日は久しぶりに肉じゃがを作ろう。映画の冒頭で幸恵さんがみどりさんへもりもりよそってあげる肉じゃがを見て、私も食べたくなりました。いつも欲張ってしまって鍋いっぱいに作ってしまいます。調味料を入れてクッキングシートで落とし蓋をしてコトコト煮込んでいきます。その間に洗い物を。フィンランドのキッチンはこんな感じでシンクの上に洗ったものを乾かせる棚があってとっても便利です。一応程度にアクを取って鍋で炊いたご飯をよそいます。肉じゃがももりもりっとよそって完成です。いつどこにいても和食を食べるたびにほっと心が温かくなります。次の日、ここが以前のかもめ食堂だった場所です。今も日本食レストランでメニューの中にかもめ食堂のおにぎりとかも入ってるんですけど、ちょっと今日は気分を変えて違うレストランに行こうと思います。ここから歩いて2分ほどの距離にあるこちらのレストラン、おにぎりむすび。ずっと気になっていましたが、映画終盤、幸恵さんがおにぎりをメインメニューにした理由を聞いて、私も自分ではない誰かが握ってくれたおにぎりを食べたくなり、行くなら今しかないとやってきました。梅しそや昆布、ツナマヨなどの定番おにぎりの他にサーモン南蛮などの創作おにぎりも美味しそう。私は今回この2つを選びました。このお味噌汁がまた豚汁のようにとろっと濃厚で美味しいのです。シンプルな梅しそも創作おにぎりもどちらもとっても美味しくて、一人ニコニコになりながらあっという間に完食しました。お店のご夫婦も温かい雰囲気で、こじんまりとした可愛らしい店内は素敵な空間。お腹も心もほかほかと温まりました。また来よう。その後は偶然通りがかったカフェでカフェラテをゲットして、オーディに来て次の予定までのんびり作業をしていました。なんだかいつにも増してフィンランドってしみじみいい場所だなと思う今日。そんな今日は実はイースター前日。ヘルシンキ中心地からバスで20分ほどで行けるセウラサーリという小さな島でイースターの焚き火の催しがあるということで、友達と落ち合って向かいます。このイースターの焚き火は1982年から始まったそうで、魔女や悪霊を追い払い、長い冬の終わりと春の訪れを祝う意味が込められているそう。
装をした子どもたちが可愛いです。こうして焚き火の煙の匂いを嗅いでいると、小さい頃にやっていたボーイスカウトでキャンプをしていた日々を思い出します。この匂いが割と好き。黙々とものすごい勢いで森の方へ溶けていく煙の行方が面白くて、しばらく眺めていました。火の明かりとか煙の行方とか、海に反射した光とか木々の緑とか、自然のものってどうしてこんなに飽きずにずっと眺めていられるんだろうと思っていたら、友達も同じようなことを考えていたようで、なんだか嬉しくなりました。きっとフィンランドに惹かれる人たちは、どこか体の奥底に自然があるような気がしています。その後は自由に持ち寄ったものを焼ける場所で、スーパーで買ってきたマッカラとマシュマロを焼いて食べました。最高に美味しかった。次の日です。モンステラの新しい葉っぱが生えて、こんな感じで水滴を吸うようになってくれました。すごい元気。今日もね、こんな感じで、よいしょ、曇り空なんですが、かもめ食堂のロケ地にもなったヨールンカトゥスイミングプールに行きたいと思います。フィンランド旅のしおりの冬春編でもご紹介したかなと思うんですけど、それで行った時に本当によくって、男女で使う日が分けられているので、すっぽんぽんで広いプールを泳ぐことができるんですね。なんか半々ぐらいだったかな、水着とすっぱだかで泳いでる人たち。すごい開放感で楽しいし、地元の人たち結構仕事終わりとかに来てサウナ入ってすっぽんぽんでプール泳いで家に帰るみたいなルーティンが多分できてる人が来てるんじゃないかなっていう、慣れてる様子で感じられて、そういうフィンランドの人たちの日常に自分も混ぜてもらってるような感覚が楽しくて、すごい好きな場所になりました。そこへ行きたいと思います。ちょっと中は撮影はできないんですけど、もしフィンランドに来ることがあればぜひ行ってみてください。曇りだけど向こうの方がちょっと晴れてるかな。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。皆さんも良き一日をお過ごしください。